お電話ありがとうございます。おじいの朗読者です。本日の朗読は、私だけが聞いた話でございます。最後までお楽しみくださいませ。私だけが聞いた話。私は怖い話が大好きで、聞くのも読むのも見るのも楽しんでいます。その当時は特に怖い話好きが集まって食事会を開く、今でいうオフ会がマイブームでした。同じ趣味の人たちと同じ話題で食事をする。これ以上の至福はありません。これはそんな私がオフ会へ行かなくなったきっかけの話です。私が所属していたグループは不定期で時間が合う仲間同士で集まりを開いていました。毎回2、30人くらいは集まってほとんど同じメンツではありましたが、入れ替わりも多少はあります。その日は特に印象に残る新顔がいました。プライベートの食事会だというのに、スーツで参加している男性がいたのです。まあ、普段着でスーツを着こなす方もいらっしゃいますから、あまり気にはしませんでした。それよりも、その男性はとても顔色が悪く見えました。ひょっとしてブラック企業に勤めていて、スーツから着替えることもできないくらい余裕のない生活でもしているのか、など余計な心配が生まれます。ともかく、その男性に興味が湧いた私は、話をしてみたいと、隙を見計らっていました。チャンスはじきに訪れました。食事会が始まると、男性の方から私の隣へ来てくれたのです。早速会話をしてみます。よろしくお願いします。変わったお名前ですね。いえいえ、これは本名ではなくて、グループ内で使っているアカウント名ですよ。あなたは何というアカウントですか？アカウント名、私はないので、本名の K でいいです。グループに入っていないのになぜここへ来たのだろうとは思いましたが、楽しみの場ですのであまり気にはしませんでした。ところで、なんでスーツを着ているのですか？ちょっと話をすると長くなるのですが、聞いていただけますか？そう前置きをして男性は語り始めたのです。私には学生の頃からお付き合いをしていた女性がいたのです。こんな話をするとおのろけで恥ずかしいのですが、本当に素敵な女性でした。M っていう名前なんですけど、誰にでも優しくて美人で、笑顔がとても可愛くて、女性の笑顔って元気がもらえますけど、彼女は特別でした。非常にモテていましたので、きっとそう感じていたのは私だけではないのだと思います。付き合いは社会人になってからも続き、お互いに結婚を意識し始めたのですが、私たちの共通の趣味は映画鑑賞だったので、その日も話題の映画を一緒に見に行っていました。大きな建物の3階にあるので、エレベーターで登ったんですよ。まあ、若いのだから階段を使えよって話ですよね。ほんと、階段を使えばよかった。エレベーターには私たち2人と、あと男性が1人同時に乗りました。すると、おかしなことが起きます。
私と M の間に、その男性が無理やり割り込んできて、私をエレベーターの端へと押してくるのです。え？と思っていると、その男は M へ話しかけました。久しぶりだね、M。僕のこと覚えてる？突然のことで戸惑いましたが、M は私よりも困惑しているようでした。こんな状況では無理もありませんよね。普通じゃない。男は勝手に話を続けます。ああ、いいんだ。別に覚えていなくても。僕だけが覚えてるってことは、それだけ好きな気持ちがあるってことだ。僕は S だよ。保育園から中学校まで一緒だった。S と聞いて間があった後、M は思い出したようですが、それでもこの状況の説明にはなりません。M は、S 君？覚えてるけど、何？と答えると、S という男はとんでもないことを言うのです。M、君を迎えに来たよ。結婚しよう。もう私はブチ切れましたよ。お前、一体何なんだ？胸ぐらをつかみ、私は S を問い詰めます。すると S は、お前こそ誰なんだよ。M のことを好きだったのは俺が先なんだ。お前は後。だから俺の勝ち。全く意味がわかりませんよね。もう相手にするだけ無駄だと思いました。私は M を抱き寄せ、エレベーターを出て立ち去ります。S という男は私たちが去る際、きっと迎えに行くから、などと抑えていました。映画どころではなくなった私たちは、車で帰りながら話し合いをしました。あの男、一体何なんだ？ S 君、確かにずっと一緒だった人。でも、偶然一緒だっただけで、おとなしくて、影が薄くて、全然私と関わりない。M は震えているのがわかりました。無理もありませんよね。とりあえず、S という男は要注意だなと、私も警戒しようと思いました。次の日、いつものように M とお互いを励まし合いながら、体を起こし、仕事へ出かけます。もう会社へ着こうというとき、M から着信がありました。K、助けて。S が私の会社にいる。とにかく嫌な予感はしていました。でも、こんなに急変していくとは思いませんでした。昨日あんなことがあったその翌日ですよ。会社の目前で M のところへ私は向かいました。M とはコンビニで待ち合わせをしました。M はすっかり青ざめた顔をしていて、とてもかわいそうです。S はどこにいる？私が尋ねると、S は M の会社前で待ち伏せをしているらしいのです。早速向かうと、確かにいました。S を見た瞬間、怒りが抑えられなくなった私は詰め寄りましたよ。おい、てめえ一体何なんだ？いい加減にしろよ。通勤時間に怒声を上げる私に通行人が注目しました。でも、私はそれどころじゃありません。S は言います。だから M を迎えに来たって言ってるじゃないか。俺は M が好きなんだ。君なんかよりもずっと前からね。ずっと見てきたんだ。M は俺のものだよ。次の瞬間、S は地面に吹っ飛んでいました。自分が殴り飛ばしていたんです。自分で自分のやったことがわからないくらい、私は激高していました。私は
周りの人たちに抑えられ、警察が呼ばれました。その場は厳重注意で何とか収まりましたが、私と M はそのまま会社を休みました。S は去り際、また、迎えに行くから、と言っていました。こいつは普通じゃない。とんでもない奴に絡まれてしまったと、私たちは震えましたよ。それから S は M の周りにつきまとい出しました。平穏なんて一瞬で終わるものですよ。S のやつは姿を M に見せるものの、声をかけるとかは一切ないんですよ。ただ、姿を見せるだけ。そこがいやらしい。実際に障害とかが起きれば、まあ実際に起きたら大変なことなんですけど、そうすれば警察が動いてくれる。でも、今の状況では、たまたまそこへいただけと言い訳ができて、罪には問われない。でも確実に M へ自分の認知ができるってわけです。どこへ行くにも S が姿を現すものですから、M は引きこもってノイローゼ気味になってしまい、すっかり笑顔が消えました。引きこもっても S の攻撃はやみませんでした。M の電話番号をどこで知ったのか、暇さえあればかかってきます。当然、着信拒否など対策をするのですが、S のやつ、とんでもない数の電話番号を持っているんですよね。こっちを拒否しても、また新しい電話番号で電話をしてくる。キリがありません。結局、M の携帯は解約することとなりました。これで収まるかと思いきや、今度は M の部屋へ郵便物が届くようになりました。S の熱烈なラブレターとともに、子供時代からの M の写真が11枚、毎日届きます。中には、家族でしか所有していないような幼少期の写真や、時期はバラバラですが、盗撮したようなものまでありました。しかも11枚。これって、M の誕生日の月なんですよね。M は目に見えて荒れていきました。家から出れないので会社も辞めましたし、すがりつく人も当たり散らす人も私だけなわけですから、好きな人とはいえとても辛い関係となりました。余談ですが、M は身内に不幸があって天涯孤独の身です。私の方はと言いますと、あまりの S の必要ぶりに、もはや関心すら抱いていました。あの写真も、本当に M のことが昔からずっと好きではないと持っていないものでしょう。私の M が好きな気持ちは、ひょっとしたら大したことがないのでは、なんて思ったりもしました。そして心の中では、M がモテるのが悪いのではないかなんてことも思ったり、最低なやつですよね。追い込まれた私たちは、思い切って S のことを探ってみようという決断をしました。しかし S は調べれば調べるほどつかみどころのない人物なのです。友人と呼べる人は一人もいない。会社に勤めていた形跡もない。運動も勉強も特に目立たず、M の同級生に聞いても、影が薄くて記憶にすら残っていないし、知らないといった状況。S の両親は資産家で大きな家に住んでいました。三人兄弟の真ん中だったそうですが、実家を訪ねても、そんな子は知りませんの一点張りで、相手にもしてもらえないのです。M と違って家族もいるのに、ここまで孤独な奴は見たことがなく、私は少し同情してしまったんですね。
そしてあの夜、気晴らしに私は M を連れて夜道を散歩していました。すると、目の前に S が現れたんです。キャー！ M は悲鳴を上げました。私は S に話し合いを持ちかけました。もう終わりにしないかと。終わりって？俺はもう身を引くよ。もうそれしかない私の唯一の決断でした。嘘でしょ？私を見捨てるの？ねえ。M は私に向かって暴れます。ですが、どうすればいいのか、私には判断ができません。すると、S が言いました。これを使えばいいじゃん。S を見ると、手には包丁がありました。これで僕を殺せばいいんだよ。ほら。そう言って S は私に包丁を手渡しました。きっと私自身も追い込まれていたのでしょう。なんだ。そんなことでいいんだ。そう思った私は S に向かって突進しました。手が温かい。そう感じた瞬間、S はその場に崩れ落ちました。救急車で S は運ばれましたが、そのまま亡くなりました。私は殺人の現行犯として逮捕。しばらく刑務所へ服役となったんです。刑務所の面会には心配してくれたみんなが会いに来てくれました。もちろん M も。M は面会の時、ぽつりと言っていました。S 君がまだ私に会いに来るの。S はもうこの世にはいないはず。その時、私には M の言った意味がわかりませんでした。刑期を終え、やっと解放された私は、まず M の家へと向かいました。K の好きな豚の生姜焼き、作って待ってるね。数日前に M が言っていた言葉を胸に、せかす気持ちを抑えながら行きました。そしてドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは、M が首を吊った姿でした。テーブルには冷たくなった生姜焼きと M からの手紙が置いてありました。手紙には私への感謝や好きという気持ち、そして S が幽霊となって頻繁に現れて、まだ終わっていなかったと綴ってあったんです。絶望した私は建物の屋上から投身自殺をして死にました。スーツを着ているのはいつか M と再び会えたとき、すぐにプロポーズできるようにと準備しているんですよ。随分と長いこと、スーツの男性の話を聞いていたのですが、不思議と一瞬だったような気もしました。放心状態になってしまった私を横目に、スーツの男性は、じゃあ、私はこれで、と言い残して、店を出て行きました。なんだか頭がぼーっとしてしまった私は、会が終わって自宅に着くまで、なんだかふわふわとした感覚に包まれていました。後日、スーツ姿の男性の話を共有しようと、グループのコメントをしていた私は、異変に気づきました。スーツ姿の男性？
そんな人いましたっけとか、ずっと上の空で話しかけても返答なかったから怖かったよ。とか、なんか機嫌悪くしたのかと思ってみんな気を使ってましたよ。とか、なんと、誰もこの話を聞いていないばかりか、スーツ姿の男性すら見ていないというのです。よく怖い話をしていると霊が集まると言いますが、この時もスーツ姿の男性が私たちに引き寄せられたとでも言うのでしょうか。そして幽霊になったら M さんに会えると思って探し回る K さんですが、会えないままでいるということは、M さんはもう成仏してしまったのか、それとも、この話の内容はもちろん、自分がまさか怖い話の当事者になると思っていなかった私は、ショックを受け、そういった集まりに参加することはやめました。皆様も、怖い話が集まるところには、くれぐれもご注意を。本日もご視聴ありがとうございました。またのご連絡お待ちしております。